どうも、単独歩行者です。ついにゴールデンウィークが目前に迫ってきましたが、皆さんツーリングの予定は決まりましたか？ツーリングが長距離になり、初めて行く場所ともなれば、ナビは必須だと思いますが、私は見ての通りスマホホルダーが骨折しているので、スマートフォンをポケットに入れたままナビを起動し、音声を頼りに目的地まで向かっています。今は Google マップを利用して目的地まで行くことが多いのですが、いかんせん Google マップは使いにくい点としては、出口も入り口もジャンクションもすべて出口と案内される点や、明らかな三差のでも道なりと案内される点、さらにどこに進めばよいか判断できない分岐でナビが何も案内してくれない点などがあります。特に全てを出口と案内される点は致命的で、分岐に実際の出口がある場合にそのまま出てしまい、結果的に間違ってしまうケースが多く辟易しています。また、排気量による通行禁止や、そもそも二輪通行禁止の道路を考慮してくれない点も小さなストレスになっています。そこで本題ですが、今回その Google マップのストレスを解消するべく、別のナビを利用しようと思い立ち、いろいろな YouTuber が紹介しているModGoを使ってみることにしました。ModGoとは、パイオニアが提供するバイク専用のナビゲーションアプリで、車両を登録しておくことで、排気量に応じたルートを検索してくれる優れものです。利用には課金が必要で、月間コース400円、月、年間コース4000円、都市、3日間コース250円、1回の3種類がありますが、今回は初回の2週間無料トライアルを利用しました。谷があれば排気量的に通行できない道がほぼないため、その点の検証はできていませんが、実際に使ってみた印象としては、ナビの案内はかなり丁寧で、Google マップでストレスになっていた全てを出口と案内するような動作は感じませんでした。また、必要な分岐で案内が途切れることもなく、それだけでも十分に好印象です。さらに、過去に事故が発生した地点での注意喚起や速度超過時のアラートもあるため、不意の速度超過にも気づける点は安心感につながっています。他にもおすすめのツーリングコースを検索できたり、街を流していると近くのおすすめスポットを教えてくれたりするため、全体としてかなり魅力的なアプリだと感じました。逆に気になる点としては、目的地が非常に探しづらい点です。具体的には、佐渡汽船のフェリー乗り場を調べた際、新潟港のターミナルがどうしても見つからず、苦労しました。また、ナビの通知音が甲高いため、丁寧に何度も案内してくれる分、やや不快に感じました。使い始めたばかりですが、現時点で気になる点はその程度です。また、これは私の問題ではありますが、やはり視覚情報があってこそ最大限効果を発揮するように感じられ、音声だけの案内ではやや厳しいと感じました。スマートライドモニターとの連携も可能なようなので、導入を検討したくなってきました。結論として、今後も利用するかと聞かれれば、継続して使っていこうと考えています。無料トライアルも用意されているため、興味のある方は一度試してみてはいかがでしょうか。と本日はこんな感じで、ナビゲーションアプリについての雑談をしてみました。使ってるよという人は、おすすめの利用方法などコメントに書いてください。ナビは甘え、男は黙ってかんと思った人も逆にいいね言っちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。